後で恵比寿行くから、おばちゃんとこ行っといてよ。亜美は黙ってうなずいた。恵比寿は久美のパート先で、最近繁盛している八百屋だ。自宅からパート先まではかなりの距離があったが、久美は毎日バスを使わず歩いて通っていた。安いパートの賃金に往復のバス代は負担になるばかりか。そのお金で子供たちのものを買えると思うと、とてもバスに乗る気にはなれないからだ。身支度を整え、久美と一緒に家を出た亜美は、千恵の家に向かった。家に着くと、千恵は台所で忙しそうに、洗い物を片付けていた。おばちゃん。亜美は、千恵の背中越しに、小声で声をかけた。最初は洗い物の音に紛れて気づかなかったが、気配を感じた千恵は満面の笑みで振り返った。あーちゃん、来たんか？はよここ、座り、なんぞ食べるか？亜美は黙ったままかぶりを振った。そうか、なんもいらんか。こなそこで待っといてよ。おばちゃん、急いで片付けるからな。亜美はまたうなずいた。千恵は慌てて洗い物を片付け、エプロンでさっと手を拭うと、亜美の手を両手で握り、小さくかがんで、お決まりのセリフを口にした。今日は何しとったん？亜美はこの質問に、毎度ニコリとするだけだ。すると千恵は決まって、そうか。と笑い返し、今日あった出来事を何の気なしに話し始めるのである。傍から見れば、一見全く噛み合っていないこの会話は、亜美の心を落ち着かせ、心通い合う鼻歌のようであった。そこに中学生のいとこ、成美が帰ってきた。成美は目鼻立ちの整った美人で、見た目は大人っぽく、亜美にはすでに大人と変わらなかった。あみ、来とったん？亜美は、さっきと同じようにまたこくりとうなずいた。うん。あみはいつも、うん。成美にとって、亜美は小さい時から妹のような存在だ。亜美にとってもそれは同じだった。なるみ、あーちゃんは特別おとなしい子なんや。お母ちゃんがそうやって、いつもあみを甘やかすから。久美おばちゃん、困っとうやんか。必要以上に擁護する自分の母親に、成美は反発した。ええねん。無理して喋らんでも、喋りたなったら喋るがな。それを見ていた健一が、後ろから千恵に加勢した。そうや、あーちゃんは賢いから。無駄な会話はせえへんねんな。千恵は、黙ったまま不安そうな亜美を見て、そっと手を握った。ああ、夫婦揃って、ほんま呆れるわ。今はええけど、そのうちきっと困るで。成美はそう言い放って、自分の部屋に入っていった。なるみはいっつも一言多いの。まったく、誰に似たんや、おかん。健一はまだシラフだった。はあそうやな。誰かいな、ほんまに。千恵はそう言って亜美の方を向き、ペロッと舌を出してとぼけた顔を見せた。大人たちの会話は全く理解できなかったが、亜美はとりあえず笑ってみせた。お決まりの愛想笑いは、久美のしつけの一つだ。
苦虫を噛んだ顔が網のトレードマークのようなものだったが、久美からたびたび女の子はいつも笑顔でいなさいと呪文のように言いつけられてきた。だから意味もわからず笑ってみせるのだ。シラフの時の健一はいつも優しかった。物事に疎い網ではあったが、時折健一が口にする得体の知れない飲み物が、恐ろしい別人に変身させてしまうことは理解していた。大好きな知恵のことを思うと、できればこの世にその飲み物がなければいいのにと感じていた。そうや、あーちゃん。秀明の部屋にチョコレートがいっぱいあるわ。あれ一つもらおうか。知恵は大人の会話についていけない網を気遣うように、秀明の部屋から適当に一つ、チョコレートを選んで網に手渡した。網がもらったのは、綺麗な包装紙に包まれた赤いリボンの小さな箱だ。普段からお菓子に全く興味のない網だが、その華やかな小さな箱が気に入った。しばらくすると、秀明が高校から帰ってきた。その後ろには見知らぬ女の人が立っている。あーちゃん、しとったんか。と言って頭を撫で、カバンをそのあたりに放り投げると、一人で部屋に入っていった。あれ、ないやん。おかん、まだ勝手に網にやったやろ。血相を書いて秀明が部屋から飛び出してきた。なんや。いっぱいあるから、一個ぐらい持っても、ええやろ。なあ、あっちゃん。知恵は悪びれる様子もなく秀明に答えた。おかん、勝手に持っていくなや。あれは特にあかんねん。いつになく、機嫌の悪い秀明に網はびっくりした。何とも言えず困った顔をした網を見た秀明は、言い過ぎたと感じたのか、少し落ち着いた声で言い直した。おかん、あれはあかんで、他のんにして。なかったら今日は困るんや。ごめんなあーちゃん、それちょっと返してな。と言って、網のチョコレートを回収した。どうやらその送り主は、さっき後ろに立っていた、綺麗な女の人のようだ。秀明は、回収したチョコレート片手に、外で待たせていた、女の人のところへ走っていった。ふと横を見ると、ドアの隙間から、机の上の山積みのチョコレートが、今にも崩れそうになっているのが見えた。